こんばんは。FX の狼です。来週11月4日から9日までのドル円の戦略について話していきます。現地時間で来週火曜日のアメリカ大統領選の投開票と木曜日の FOMC についても頭に入れて分析していきます。月足と週足が閉じましたので、まずはそこから見ていきます。11月2日現在、ドル円は 152.92。とうとう月足でも3ゾンの右肩ラインを実践で上に抜きました。このまま天井をつけて順当に下がるのか、上抜けて3ゾン魂の後に上昇5波に転じるのかが運命の分かれ道です。今まではずっとこういう波形を作ってきたと思っていました。12345波を作った後に調整が 75% を超えて新たな波形を作り始めて、そのままトレンド転換だと分析してきました。そして頭左肩で右肩を作って3ゾン天井を作った後、トレンド転換でズドンという想定をしてきたわけです。ですがここに来てもしかすると12345というこっちの波形の可能性も現実味を帯びてきました。フィボナッチエクステンションを当ててみてください。現在この下降一波の調整である2波が 60% 前後で止まっていることがわかります。ここの 75% を超えれば先ほど言った上昇トレンドが続行で5波目が出現という形になります。しかし現実的に今の状況を考えるとその可能性はほぼないと断言できます。 FRB の利下げサイクルは9月に始まりました。現在アメリカの政策金利は 4.75%、 来年の年末までに約 1.75% の利下げをして金利を 3% までにすることが見込まれています。そして来週7日と12月の FOMC では各 0.25% の利下げがほぼ確実されています。今週発表された日銀の決定会合では金利は据え置きでしたが、その後の植田総裁の発言で次回12月の追加利上げが強く示唆されました。市場の日銀の12月の利上げ観測も上昇し、それを織り込み始めています。円安の原因である日米の政策金利差はすでにピーク時から 0.75% 以上縮まっており、来年の年末までにさらに 2% 近く縮小されます。それらを踏まえて今後ここから上昇5波を形成して1波の当倍以上伸びる可能性は客観的に見て非常に低いと言えます。昨日の夜に発表された雇用統計も予想通り失業率が高くなっていましたし、もし7日の FOMC で金利据え置きだったとしてもドル円の上昇は短期的で、12月の FOMC での利下げが 0.5% のだけだと思われます。なので今月か遅くとも来月には必ずこのトレンドラインを下抜けて月足でトレンド転換することは容易に予想できます。週足も見てみます。週足ではまだ後までの下降トレンドが続いています。現在1波の調整である2波がかなり深くなっていますが、まだギリギリで耐えている状態です。月足同様にチャートの波形を分析していきます。先週この 62% の調整ライン 153.06 を実践で抜けると新しい波形が作られやすくなるので、できれば耐えたいと言っていましたが、ちょうどぴったりと止められています。調整の最終ラインである 75% の 155.99 にもヒゲを作ることもなく、今後ここを実践で抜けて週足でトレンド転換するのもほぼないと言っていいでしょう。そこで天井をつければそのまま下降3波出現で月足トレンドラインまで一気にズドンと下に抜けることができます。来週は5日火曜日夜の大統領選挙の投開票と7日木曜日の FOMC とビッグイベントを2つ控えています。この2つのイベントの結果次第では今後のシナリオを大きく狂わせるリスクがあります。市場の予測では次期大統領がトランプ氏だった場合はドル高円安に動く可能性が高く、ハリス氏だった場合は米国株が下がり円が買い戻されていいんだかと言われていますが、それらは全くもって当てになりません。先月の衆院選を前に急激なドル高円安になった際も相場は不透明な政治への不安視から日経平均が大きく売られ、株安からのリスクオフで陰高になると誤差されていましたが、蓋を開けてみると日経平均は選挙後3万9000近くに戻り、円は大きく売られました。選挙などの政治イベントが相場へ与える影響を予測するのははっきり言って無駄です。一瞬でかなり大きく動けばそのままトレンドが続くことはたまにありますが、
その時はその方向に順張りでついていけばいいだけで、今回は選挙の翌日の7日の FOMC に焦点を当てるべきです。そこでパウエル議長から FRB は年内の利下げはしませんなんていう言葉が飛び出さない限りは、ドル円の上昇は限定的で、イベント通過後の円安材料で尽くしで、1ヶ月間じりじり下がった後に、12月 FOMC の利下げでズドンと下がって、月足と年度転換に向かうシナリオが最有力です。来週のドル円の推移予想としましては、今週同様に、まずは、この100日移動平均値から、目先の高値である154円切り板の間で推移することが考えられ、指標発表後にどちらかに大きく抜けることが予想されます。この2つのビッグイベントが過ぎるまでは、さすがに来週どっちに抜けるかは言えませんが、前述してきた理由から、来月までのスパンで見ると、ほぼ確実にドル円は下落する相場です。まずは、この2つのビッグイベントが過ぎ去るのを待ちましょう。この1週間を抜ければ、いよいよ本格的な原高が始まります。YouTube で毎日朝6時にドル円予想を上げています。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた来週。さようなら。